What can I do for you? 宇宙コーチングコズミックナビゲーターのディラです。今から20年以上前の2001年ハロウィン、まだラジオのパーソナリティだった私に突然の臨死体験が起き、宇宙人たちからの予期せぬコンタクトが始まりました。What can I do for you? はある宇宙船で宇宙人たちからこれが彼らの常識であり、挨拶だった記憶を呼び覚まされ、地球の皆さんにこの自ら進んで人や社会のために何ができるのかをオファーする心を伝えてほしいとの彼らからのメッセージで、毎回冒頭にこの挨拶をお届けしています。初めて地球に降り立ったような感覚はあの日から毎日続いていました。それでもレギュラー番組を通常通り行っていかなければならず、朝番組ではニュースを少し読むコーナーもあって、それまでは何の違和感もなく読んでいたものが、この出来事からそのニュース自体が別の地球で起こっていることとしかどうしても思えないのです。私がこれまで使ってきたラジオ DJ の自我はかろうじてなんとかこの頃は使えていたのですが、それでも日々その威厳のある声はやむことはありませんでした。誰に話していいかもわからず、かつての飲み友達だったとあるディレクターに話すんですが、全く話が通じないばかりか、そんなことを話したことで疎遠にさえなってしまいました。当時の私は暗闇もまだ怖い自我が残っていて、いつものように電気とテレビをつけっぱなしにして寝ないと眠れなかったのですが、ある日それが完全に覆される出来事が起こりました。普段通り眠ろうとすると、ハートから光の波のようなエネルギーがどんどん溢れ出てきて、たちまち部屋中を満たしたのです。そのエネルギーには恐れや不安というものが一切存在せず、温かく優しく安心しかありませんでした。そして私はこれまで一体何を恐れていたんだろう。暗闇など怖いものではなかったと急にそう分かったのです。それ以来私は明かりを消して寝られるようになり、テレビも結局発している電波が苦しくなってつけることさえできなくなりました。そして欲しいと思った情報、必要な情報や物も探さなくても目の前にやってくるということを体験し始めたのです。まるでそれはびっくりハウスに突然入れられたように、宇宙人に監視されてからかわれているんじゃないかと、そんな風にさえ思いました。なぜなら私のそれまでの人生でそんなことは起きたことがなかったからです。いえ、起きてはいましたが、きっと気づけなかったという方が正しいんですが、しかしその声は、そして体験は本当に愛に満ちたもので、当たり前のことで難しいものは何一つなかったのですが、しかし人間にとって一番本当は難しいんじゃないかというものでした。例えば自分も他も愛することや許すことなどです。そして私が思ったことは、もう私は死が近いんじゃないかと。これはきっと脳に使用でもできたんじゃないかと思ったんです。現に宇宙からの声は、もう放送タレントをやめなさいというものでした。それでも私が抵抗していると、同じラジオの DJ で若くして亡くなった方のニュースが突然流れてきて、このまま行くとあなたもそんな風に伝えてくるのです。確かに心身には無理をしてきましたし、その半年ほど前から自律神経を病んで、お酒もぴったり飲めなくなり、岐阜の番組も自ら降板せねばならなくなったほどでした。そうこうしていると、今度は頭が割れるように痛くなり、どんな薬を飲んでも効かない状態になりました。これはいよいよまずいと病院に行ったんですが、脳には何の異常もないと言われてしまいました。病院に行こうと思った時に、あの声は、そもそも人間は病気になどならない、行く必要はないと言いました。続けて、今まで眠っていた脳のあちこちが急速に機能し始めたんだ。そして意識が宇宙に広がっただけだ。ただそれだけのことだ。しかしそんなことは信じられず、私は病院に行ったのです。なぜなら私はあのハロウィンの一晩で食べ物の好みまで変わってしまったし、愛と感謝が毎日溢れて、もうやり残したことはない、そんな風にも感じるし、これはもう私はじきに死ぬんじゃないかと。そして
これは絶対に脳腫瘍に違いない。きっとそうだ。そんな私の自我の声があり、私は病院に行きました。そして結果は異常なしでしたので、あの声がまた私に語ったのです。だから言ったんだ。行く必要はないと。その後、1月ほどはその症状に耐えましたが、ようやく収まりました。まだあのコンタクトから数ヶ月もしないのに、すっかり肉など動物性のものも食べられなくなったまま、今度はまた1ヶ月ほど、体がバタンバタンとまるで音を立てているかのようにあちこちが痛くなり、重くなり、何が起こったんだろうと不安になりましたが、あの頭痛の件の病院のことがありましたので、私はもうこの声に降参することにしました。なぜならその声は、今までの古い細胞が今新しく生まれ変わっている。だから少しの間我慢しなさい。と言ったからです。仕方がないので、日々体を引きずるような思いで過ごしたのですが、その後症状が治まると、これまでいくつか慢性化していた病気があったんですが、すっかり治ってしまったんです。そしてどうも私には必要がなかった5キロ分の体重が突然に落ち、それまでのようなしょっちゅう風邪をひくとか喉を腫らしてしまうとかも含めて全く病気にならなくなってしまい、そこから今日までその体重は変わりません。その後の自らの体験で分かったことですが、人間の自我を使えるようになってくると、時には不調になることもあるんだな。そしてその不調になることさえ互いの演技のために起こっているんだな。そんな気づきも訪れました。さて、その声から感じるエネルギーは複数で、一人ではなく、私があなたたちは一体誰なんだ、正体を見せてと、そんな風に言うと、私をエネルギーで包んではビデオ屋に引っ張り、ジョディ・フォスター主演のコンタクトという映画の前で止まらせたりして、私に宇宙人かもねというメッセージをしきりに伝えてはくるものの、姿は見せないので、とにかくその声の主たちに会いたいと、そんな思いで彼らの指導をとにかく真面目に受けながら、気づけば自分をどんどん好きになれるようになっていきました。今まで目にも留まらなかったアスファルトに咲く花に泣くほど感動したり、シンクロニシティという現象が当たり前になっていったり、そんなことが起き始めたわけです。それまでは卒業式で泣く人の気持ちさえさっぱりわからなかった、そんな私でしたのに、毎日感動と感謝が止まらず、だからまだこの時点でも実は私はきっと先が長くないんだ、そんな風に思っていました。なぜならそんな私はやっぱりおかしいとまだ感じていたからです。しかし彼らのメッセージは厳しい中にもいつも優しくて壮大で当たり前でウィットに富んでいました。だから私は彼ら、その声を信頼したのです。自らが宇宙そのもの。目を閉じればそこにある。その姿を毎日見ることである。そう、そのもう一つの内なる目で。あなたが自分の姿を毎日鏡に映すように、内なる本当の姿を映すことである。見ることである。そこには美しい宇宙が広がっている。自分にはできないと決めつけないことである。難しい、絶対に無理と口にすることからやめることである。そういう無意識の言葉が実際に自分自身の現実を限定し作り出してしまうのだから。そしてその時点で止まってしまうのだから。その結果、できる人、幸せそうな人を羨み嫉妬する。それが戦争、争いを生む心である。できないことを周りのせいにするのはもう卒業する時が訪れている。自分を好きであること、そして好きでいるためにはできないことをいくつ達成できるか、いつも新しい自分に向かうしかない。どんな小さなことでもいいのだ。チャレンジしたことがないこと、怖いこと、自信がないこと、やり遂げたいけどめんどくさいことをやり遂げたとき、あなたは自分をもっと愛することができる。自分を愛せれば
他を愛せるようになる。やがて天国に行き始める。もうその次元で生きている人はいるのだから。ワンコインメンバーシップでディラと直接交流しませんか？毎月 DJ ディラメッセージとおすすめナンバー、チャネリングメッセージ、パワースポットで撮ったエネルギー画像にタイの日常などなど専用 LINE でお届けします。ご質問にもお答えしていきます。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。Thank you very much for listening. I'll see you next time.